お願いします。あ、またカメラが壊れてるな。カメラが壊れてるぞ。はい。お疲れ様です。ちょっと時間になりましたけど、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。いきなり今日カメラがぶっ壊れたりしました。シビディさんどうもお疲れ様です。ありがとうございます。しかも今日最初に録音ボタンと、配信ボタンと録画ボタンも間違えてしまっているという状態であります。まあ、ドタバタしてますけど、まあ、最近慣れてきました。ドタバタも。はい。よろしくお願いします。声とか大丈夫そうですね。まあ、声だけ入ってれば最悪大丈夫です。あと、カメラがなんかすごい調子悪くてフリーズするので、もしかしたら静止画像になる時があるかもしれませんけど、気をつけて参りますね。はい。まず、いつも最初にちょっとこちらをご覧いただいて、はい。しのむさんお疲れ様です。お帰りなさいか。月曜日かなんか帰ってきてましたよね。もう早速はい。もう茶でも飲みます。音声ありがとうございます。そう、BGM をね、前からちょっと自分の中で流してて、皆さんの方にBGM が流れるんですけど、僕はちょっと配信の関係で途中から流さなくなって、すごく自分が寂しくなったので、自分は自分でジャズをちょっと小さく流してるもんですから、まあ、それが雑音にならなきゃいいなと思っております。ありがとうございます。はい。早速これ僕の玄関先っていうか、うちの玄関先なんですけども、バラが、咲いてると思います、これ。ね。これね、最近ちょっと嬉しかったことがあって、最初にちょっとこれお話しさせてくださいね。これ、いただいたのは、家庭教師先の、生徒さんのお母さんから、まあ、バラをいただいたんですね。で、これまず、バラをいただいた理由があって、まあ、今ちょうど、バラ結構今年って咲いてるのちらほらと見ません？見ます？ていうか僕ずっと写真を撮ったりいろいろね、花の写真撮ったりするのが好きだって言ったと思うんですけども、今ちょうどね、今年すごいバラがね、咲いてるんですよ。で、このバラが何かっていうと、僕は3年前ぐらいにそこの家庭教師先のお家に行って、写真を、まあ、菜花の里とか、結構3年前、この時期行って写真を撮ったついでに、ちょうどね、まあ、3年母の日だったので、まあ、バラをちょっと、持って帰ろうと。で、バラを結構買ってきたもんですから、お裾分けをして、当時ね、2輪、1輪、2輪、3輪。そんなにあげてないんですけども。で、その家庭教師先のお宅にも3年前にバラをね、あげたんですよ。で、そのバラが、お疲れ様です。半導体不足で、今週もそうなんですね。お休みなんですね。ね、言ってましたよね。もうトヨタ自動車もかなりやばいんじゃないのみたいな話してましたよね。最近相場の話すると本当に皆さん、考え方変えないとめいると思いますし、私もね、いつしか人生、負け組になっておりますので、はい。罰当たり負け組って入れた方がいいかもしれないですね。金の話もしてますしね。で、またちょっと話戻しますけど、このバラがですね、この3年経った今、ちょうどお家にプレゼントしたバラが、すっごい今咲いてて、ちゃんと花と水を、花に水をちゃんとあげていただいて、で、お子さんとかも毎晩その花と水をあげてですね、本当はそこのお庭のバラの写真を撮ればよかったんですけど、で、僕が気づいて、これすごい僕あげたバラ成長してますねって
で言ったら、帰りに、家庭教師の昨日のね、帰り、積んでいただいて、これ先生、またたくさん咲くと思いますので、っていうことで、もらったんですよね。だから本当僕があげたものが3年後にこういう形で帰ってきた。で、うちの庭でもここまで綺麗に咲かなかったので、すごくね、嬉しくなったんですね。なんていうかな、自分がやっぱり仕事やっててよかったなと思うことっていうのは、人でもそうなんですけど、やっぱ成長を一緒に見れるっていうか、バラだけじゃないんですけど、人の成長を見て、それを楽しむことができるっていうのは、やっぱり、仕事しててよかったなと思うし、こんな形で、ありがとうございましたって感謝をいただいて、バラを、自分があげたバラが成長して帰ってくるっていうのは、これは本当にね、仕事やってきてよかったななんて思っております。で、やっぱり、忘れちゃいけないことっていうか、トレードとかで一喜一憂していた自分からまた少し、やっぱり生きてて、仕事を続けていくこととか、それから、そういう人の成長や物の成長とかを見て楽しむ。一時期株とかで買い場を楽しんでいた。要は、今これは、これから、ハイテク企業っていうのはこれから将来続いて、成長していく。で、株価っていうのも上がっていくもんだって思っていたとこあったと思うんですよね。皆さんも株を買うっていうこととかってそういう意味ってあったと思うんですよ。一緒に期待してお金を取ってって、で、一緒に経済成長を喜べるっていうか、ただ、やっぱり株は別ですよね。要は、株がどんどん下がってって倒産しないか心配って、株は株の動きなんですよね、きっと。株価は株価の動き。でも、その企業が倒産するかどうか、例えば、アップルが、今、150円、150ドルぐらいのところがあって、これがじゃあ100ドル、じゃあ、これが75ドルになったからといって、じゃあ、そのアップルが、倒産するかっていうと、しないと思うんですよ。だから、なんていうのかな、経済の実態と株価っていうのは全然違うものだなっていうのはやっぱり思うわけですよね。ちょっとこれ関連していることで僕もどっかでこの成長と株価っていうのが連動してるんだなっていうのをどこかで思ってたところがあったんですよ。で、今日は、こういう形の中で、今日特集でもショーターということをちょっと紹介したいと思うんですけど、やっぱ株価っていうのは、その経済成長とは違う部分もあるんだけども、じゃあ私たちも一回見方としては、売りっていうのを基準に見てきたらどんな世界があるのかなっていうのをちょっといろいろ紹介していきたいなっていうことで、今日はちょっと最初にこの話をしました。はい。ではですね、これちょっと小さくしてです。これ消してもいいな。はい。その前にちょっと今また最近雑談が多くていけないですけど、相場の話するとほら、悲観とかになるかもしれないので、ちょっとね、最近また四国に行ってから変わったことを紹介だけして相場の方話したいと思っています。皆さんも健康に対してすごく気を使ったりとか工夫されたりすることあると思うんですけど、僕は実は YouTube を始めるちょっと前ぐらいに、この、1日1食法っていうのを、実際にはやってました。で、どっかのタイミングでやめちゃって、なんでやめたのかなあれですね、きっとね、早起きするようになって、夜型の時にはね、なんとかね、できたんですよ。だからYouTube 始めた頃っていうのは割と、実は別に痩せてたわけじゃないんですけど、YouTube 始めて、で、朝方にしたりとかいろいろするようになって、起きてる時間が長くなってくると、2食は食べるようになって、で、プラス間食するようになって、いつしか3食になってしまって、で、もともとそんなに僕やっぱり食べていると、
調子があんまり良くないっていうのは分かったんですね、自分で。で、四国の時に、ずっと四国行ってた時に、暇だったので、ホテルとかでも、朝食がバイキングで出たりとか、結構食べたんですよ。で、車の運転が長いっていうのもあって、便秘にもなったってこともあって、いつもね、四国に行った帰りって、割と体調を崩して、で、何か変えなきゃなって思った時に、やっぱ自分はちょっと食べ方っていうのを、小食にしないとよろしくないな。で、これ聞いたことあるかもしれないんですけど、食べない健康法とか、あると思うんですけど、僕としては、この四国から帰ってきて、1日1食っていうもの。ただですね、すぐに、これ中田も出てますけど、すぐに1日1食ってダメなので、どうしても完食するには、ナッツ。はい、ナッツですね。ナッツどっかあったかな？ナッツをね、ナッツ高いんですよ。割とで、アマゾンでナッツをドバッと買って、3種類ぐらい、カシューナッツと、普通のナッツと、塩がついてないやつ。それから、くるみ。この3種類を、アマゾンで買い置きっていうかして、で、それを自分でミックスして、おやつぐらいの時に、ちょこちょこ、食べると。で、結構、やっぱ、自分にとって、これが、一番の健康法だなっていうふうに思ってきました。うん。で、早く起きると、お昼ぐらいにどうしてもお腹空くんですよ。なので、もうちょっと、また少し、たくさん寝るようにして、朝ちょっとゆっくりでも、ウォーキングは朝早くやった方がいいかもしれないんですけど、でも、ウォーキングも、起きて10時までにできればいいやぐらいな感じにして、ちょっと暑いですけど、朝。本当は7時ぐらいにウォーキングすると気持ちいいんですけど、そうするとね、やっぱ昼ご飯食べたくなっちゃうんですよ。いや、違うなって自分で思って、ちょっと工夫して、とにかく胃の中に、8時間以上、何も入れないで、よく寝て、で、お昼と夕方の間に、ちょっとナッツを食べて、コーヒー飲んで、で、夜はね、ちょっとやっぱり野菜とか、今最近あれみたいですね。野菜も、どうも栄養価があんまりないみたいですね。この間ちょっとそういう話をちらっと、動画で見て、そうなんだと思って、じゃあ野菜別に取らずに、プロテインと、サプリメントを中心に、あとおかずちょっと食べるぐらいでもういいやというふうに、今ちょっとトライをまたしていきます。僕やっぱり四国に行った時っていつも転換点っていうか何か新しいことをやろうとかいう区切りになったりすることがあるので、今回はまたもう一回一日一食をもう一回ちょっとちゃんと自分の中で健康法をしてやっていこうかななんて思っております。これまたちょこちょこね、自分で言うことによってライブとかでも、始めてるよとか続いてるよっていうのをちょっと報告しながら、自分でもね、頑張ってやっていきたいなって思っております。はい。すいません。健康法でした。それではですね、こちらの方の内容はまたいいとして、さて、どうしましょう。相場やりますかっていうのは、もうどうです皆さん、今ちょうどもう分かってるっていうか、昨日の相場も見て、アメリカの株、っていうか、今もしかしたら、積み立てしてる人は、積み立ててほっとけばいい。例えばね。それから、トレードしてる人は、もう買いなんか別にやらなくてもいいと。で、僕は、米国株見てもいいんですけど、なんていうのかな。今見たところで、じゃあ、考え方変えないといけない気がするんですよね。ね、何かっていうと、見ましょうかね。まず。分析じゃないですけど。今は上がっ
ってるんですけど、多分、心理の中で、昨日のナスダックや S&P の下げで、もう、当分今年は、もう無理なんじゃないかなと。無理っていうか、上がっても、そこまで戻すまではないなと。ね。だから、買いっていうのは、ほとんど、今ね、僕は、なんて言うかっていうと、もう何回も何回もそうですけど、皆さんもここがそこなんじゃないかな。例えば、買いを考えるときに、今、ボトムなんじゃないの？今がボトムなんじゃないのって、年初から何度思ってきたかどうか。と思うんです。で、これ、プロの投資家さんとは違うかもしれないんですけど、考え方が。僕も兼業、トレーダーとしてはあれですけど、経済屋さんでも何でもないので、言いますけど、多分投資家さんっていうかみんなトレードされてる人の心理は、もうそこなんか考えててもしょうがないなって思ってると思うんですよ。で、そういう時に限っていつも誰かがここがそこなんじゃないのとか言うので、それって、もうほっといてくれとかって思うんですよ。なんか。だから、相場を見ないじゃなくて勉強はするんだけど、だからといって買えとか売れとか、そういうことは今、勉強を要は売ったり買ったりすることを中心にしちゃうと、今の相場ってもうなんか見たくないってなるじゃないですか。だから勉強しなくなると思うんですよ。なので、勉強はするんだけど、売りとか買いとかはちょっと、例えば、一つですよ。これやめて、ちょっとしっかりトレンドを見て、今日は僕ショート目線で行きますけど、だからといって今からはい、売ってくださいっていうわけでもなく、こういう考え方があるよっていうふうに思っていただければいいなと思ってます。だから僕も今の上がってますとか言って、上がったり下がったりすることに関して、だから何っていうような気持ちが今あるというか、半導体が 3% 上がってますって言っても、だからっていう感じですよね。もう完璧に今上がってく相場だよっても言えないし、で、人にも今投資やったらいいよって言えない状態。だってまだわかんないじゃないですか、下がるかとか。だから圧倒的に上昇トレンドになっていくのっていうのは、まだいい素材が世界で、金利が、これね、まだわからないじゃないですか。今一時的にこうやって 2.5 とかなってますよね。今2年債が 2.9 とか。で、もう先になんか相場を見る前にこんなことブツブツ言っていい気ですけど、これがじゃあ、2年債ですね。これだけ先に、こっち見た方がいいですね、先に。10年債ですね。はい。相場を見る前に、この2年債と10年債の、利回りをちょっと見て、単純ですよ。これ。初心者の方とかも皆さんも知ってることもあるかもしれない。まず、米国の2年国債の利回りを単純に言うと、これが上昇トレンドになってれば、株価は下がるっていう、単純ですよ。いろいろ要素はありますけども。これを考えてもらえば、今アメリカの株が悪ければ日本だって悪くなるし、世界も悪くなりますよね。で、見てくださいよ。もうね、今年の年初が 0.8 ですよ。0.8。2年債が。0.8 からですね、20% ずつ上がって、20%、これスパンどれぐらい ?2 週間で今出してますね、これ。2週間ごとに利回りを出してます。20%、28、27、43%、21%、44%、33%、16%、12%、10%。最近の2週間では、上がり方がそうでもない。ちょっと終了して。はい。緩やかに、おいでも、もう綺麗な上昇トレンドじゃないですか。2年債も。はい。これ短期の利回りですね。で、こちらが、長期の10年債の利回りのテクニカルですね。10年債ですね。はい。10年債も長期の利回りも同じようにアメリカのインフレ対策とともに、こんだけね、上昇してるんですよ。ずーっと。年初から。
これ今ちょうど測ったのが1月1日からグラフが2週間、緑のね、このバーが2週間おきのグラフになってます。はい。ね。こんな綺麗な上昇トレンド、去年の S&P500 みたいですよ。こんな上昇トレンドで、ここが皆さんがどこまで上がるかって言ってるのが 3.25?3.25。まあ、それでも 3.5 までいくかもしれませんよね。ということは、もう、この短期長期の利回りの 3.5 くらいまでは、もう、株価は下がっててもおかしくない。その要素として、インフレ防止のために、今これだけ、利回りが上がってるわけだから、今年、どこまでこれが伸びるかわからないですけど、そこまで見ててもいいんじゃないかなと思うんですよね。逆に言うと、じゃあ今株で上がる要素って何があるんですかと。みんな書いてますね。積み立てほっといてる人。はい。買い望んでる人。祖母。いやいや。もうなんかね、なんかもうなんていうのかな、買いを求めてると、なんか女性に振られまくってる感じわかんないですけど、何を例えたらいいかわかんないですけど、だったら、もうこの金利の 3.5 ぐらいまで待ったっていいんじゃないのって思うんですよね。はい。なんかそんな風に思う。だったら、それで、僕の周りの方とかで投資とかをちょっとやってる方とかでも、どっちかですね。もうほっといてるっていう人で値動きを全然見ないよっていう人と、売ったり買ったりして疲れてちょっとやめてる人と、だから勉強を、じゃあ勉強やってくださいねって言っても、そんな、みたいな感じなんですよ。だから今って、例えば投資チャンネルとかでも、多分見てる人とかでも、勉強が好きな人じゃないと当然今の時代って、見ないし、そういう感じはすごいしますよ。ただ、積み立ては10年、15年とほっといていいと思いますよ。はい。皆さん言うように人口は世界でも増え続けてますし、全米だけじゃなくて、世界株、VTI とかね、買っといて、ほっときゃいいんすよ。はい。レバレッジ、僕もレバナスだってもう、はっきり言ってほっといてますわ。はい。10% ぐらいになろうが、どっちでもいいや。でも、この、利回りとか、この勉強とかは、なんか忘れちゃいけないなと思ってます。本当に思います。ここからは本当に今、買ってくださいね、売ってくださいねっていうのはみんな、逆に言わない方がいいっていうか、ダンさんとか、高橋ダンさんとか、頑張って言ってますけど、もうあれを心の中ではね、本当ね、もうこの野郎ってずっと思ってると思います。みんな思ってると思いますね。だけどそれはプロの投資家ですから、投資家とはみたいな感じで言わない人も。僕は素人ですので、思いっきり言いますわ。今もなんか投資とか考えてる人はね、残念ですけど、勉強する人以外は、お金を入れずに上がってくるよっていうとこの金利の 3.5 まで待ってくださいねって言いたいです。はい。はい。だからでもアップルとかアマゾンとかは潰れることはまだないと思いますので、で、前ね、僕ね、潰れるかなと思ったことが一個あって、アリババとか思いませんでした？ちょっとちなみに、個別株の紹介、今日中国の方やりたいんですけど、ショートで。その前にアリババをちょっと出したいです。中国株じゃなくて、あれ ADR だもんで、アリババを出しますね。はい。一時期中国ナンバーワンと言われていたアリババですね。はい。中国のアマゾンと言われていた。長期で見てみても、週足でも見ても、例えば、これが週足のチャートですけど、300、
あ、またカメラが壊れました。これカメラ買ってこなあかんな、やっぱり。ちょっとごめんなさいね。よいしょ。はい。なんかぼっこいな、このカメラ。はい。アリババの方が、トップが2020年の10月の、じゃあ317っていうところから、今が、4分の1ぐらいの85。まあ、約4分の1に、この1年間、1年半でなっているんですね。で、この株がですね、じゃあ、今アリババが85ですけど、じゃあ倒産するのって言ったら、倒産しないと思うんですよね。さっき、言ったように、まだ元気にアリババはやってます。だからこの株価のこの下と業績も悪いですけど、でも倒産するほどの悪さの収益が悪いわけじゃないですよ。ちょっと株、予想よりも下回ったりとか、ね、あります。で将来的に10年、15年でアリババがそれ倒産するリスクはあるかもしれない。じゃあここ1、2年で、じゃあこの株価が下がって、あとじゃあ40、30ってなった時に倒産するかって言ったら倒産しないと思います。だから株価ってみんなその未来を予想している数字だから、結局その業績と完全に連動してるとは言えない。もしかしたら、なんて言うんですよ。業績がそのまま変わらない。変わらないんであっても株価ってその時の地合いによって下がってきますよね。例えば今の地合いだったら、決算がね、この間ちょっと良かったとしても、地合いが悪いと、決算が良くてもあんまり上がらなかったりするじゃないですか。だから結局株って、値って業績と完全に連動してるわけではない。なんか未来を予想したり、その市場心理っていうんですか、がすごく入ってるっていうのをすごく感じます。うん。ちょっとアリババが極端な例だったかわからないですけど、こういう相場ってみんな今、チャート見てればいっぱい見てますよね。アリババの1年半ぐらいずっと下がり続けてたので、例出しやすかったですけど、今のアメリカの相場も切り取れば、11月からまではずーっとこんな感じですよね。はい。何十年ぶりの相場って話なので、これを経験にしないのはもったいないです。なるほどね。そうですね。学びにしたらいいかなと思います。だから、長期では大チャンスかもしれないですけど、別に今、そこだって買わなくても、ただ、今言ったの金利が 3.5 ぐらい、今年の夏とか、今年の冬ぐらいであっても、なんか上がってきそうだなっていう時に買ったって全然いいと思いますよね。だから僕も今、お友達じゃないですけど、アメリカの株もそうですけど、世界株も、全然買い場とは言えないかもしれないので、なんでかっていうと、初心者の人とかみんなそうですけど、今買った時ってとか、あと今年正月ぐらいから買った人って、最初に用意ドンで買って下がってる気持ちって嫌だと思いません？だって僕はたまたまかもしれないですけど、前の2020年の3月とか、コロナのね、最初の大暴落の時から、たまたまそのちょっと後に安い時に買って、で上がり続けて S&P が 30% 上がった、また 30% 上がったっていうことを経験して、今下がってる？下がってても今まだ2020年の3月の水準まで行ってなくて、その上がっていくものを見てきたから、まだ長期投資として、こういう時もあるよねって余裕でいられるかもしれない。けど、新しい方って今年から投資してる人ってなんだよと思うんですよ。経験がないと、なんだこれと思うんですよね。僕はそう思いますよ。よっぽどハート強くないと今から投資して上がっていくかわからない時に投資をして長期で10年間見てくださいねみたいな言うと、これって最初にだったら今年の冬ぐらいで入れた方が良くないです？で、今年の冬っていうか今年の冬だとまだわかんないですけど、上がってるところの上昇トレンドを、例えばアリババだったらこのね、
今の82っていうところじゃなくて、じゃあ100ぐらいまで行ったところで、買ったって全然遅くないと思うんですよね。まあアリババだけじゃないんですけど。はい。僕はどっちかというと、今皆さんとか、投資をこれから始める方とかは、僕も同じような気持ちだったら最初に成功したいんですよ。ちょっとでも。だから上がってくる時の様子を上昇トレンドを見たら今だったらいいんじゃないかというのを言いたいですね。まあこれいろいろあると思います。今から買って上がるか上がらないかわからない時の不安の中で今前からやってる人はいいと思うんですよ。前からやってる人は比較して、今買い場かもしれないなと思って買う人いるかもしれない。でも、新しい方とかは、最近の方は、今やっても、なんか、これから買い場よって、上がってくよって、じゃあいつ上がるのって言われたら、誰も言えないじゃないですか。今だって要素がないから。はい。今っていうか、この1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月。なんで、まあ、そういうとこを含めて、今日の上がりだけでも当然みんな全然、って感じだろうし、短期間でスキャリュしてる人とかは、まあね、今日ぐらいはもう上がるだろうと思って、5本足ぐらいでナスダック買ってる人もいるかもしれませんよ。じゃなくて、積み立てする人の気持ちっていうか、初めて積み立てする人の気持ちとか、これから投資を考えてる人に、今いいよっていうのは、とてもじゃないけど僕は言えません。はい。だから S&P が4200ぐらいになった時に、ね、あと、その恐怖指数が、この恐怖指数が、もっと下がった時、この恐怖指数が高い時に買えっていう人は経験者じゃないと、なかなかその心理無理だと思います。よく、じっちゃんのとかみんな言ってますけどね。恐怖指数38だと、人が、なんて言うんですなんですか。人が恐れるときに、バフェットさんも言うのかな？人が恐怖だと思ってるときに買えと。で、まあ、人と反対のことをやれって言ってるのが相場だみたいなこと言ってます。これはね、経験から来て、痛い思いをして、で、乗り越えて、今のこの恐怖指数で下がってきたとか、このところで、ね、低い時にこの恐怖指数とこの10年利回りがキューッと下がった時に変えて理屈はわかりますけど、それはね、プロですよね。まあ僕は緩い投資家だというトレーダーなので、まあそれはそれで、いいかななんて思ってます。だからどっちかというともう、そういう心理っていうか、まあ、素人に近い心理かもしれないですけど、そういうことで、いいかなって自分は思ってますね。もっと、S&P だったら4200ぐらいになって、だって、今年の目標多分 S&P は4700ぐらいですよ、きっと。目標はね。年末までに上がってくる予想ですけど。じゃあ、今のところから4700まで行くのっていつって言っても全然わかんないじゃないですか。はい。あとなんかナスダックもいつかは10万ドル行くかもしれないとかってちょっと夢はあるみたいですけど、だけどちょっと今は何とも言えないところありますよね。はい。サラさんも来ましたね。すいません。なんかアメリカのことボロクソ言ってる時に。すいません。こんにちは。はい。東雲さんも書いたんです。親戚が株の相談来て今初めてです。ほんとそうですね。はい。はい。はい。先日はどうも、はい。ね。例えば、新しい方って、僕もその TikTok とかでも相談を受けるときがあって、最初にじゃあ10万積んだらいいですかとか、50万積んだらいいですかって言われるんですよ。例えば、今皆さんが最初に始めて、50万アメリカ株に積んだらいつやったらいいですかって言ったら今やめた方がいいって言いません？だって最初に50万をアメリカ株にドーンと投資したらすぐ1ヶ月後もしかしたら45万円とかなるかもしれないじゃないですか。だから慣れてきたらこの5万円っていうのは
痛えなぁ。でも、もしかしたらって思うかもしれませんけど、まだね。最初に用意ドンで5万円減るって、そこまでのストレスに耐えられる人って、最初から無理だと思うんですよね。うん。だったら、まだ、順張りみたいな形で考えた方がいいっていう、そういう意味なんですけどね。はい。と言ってる間ですね、ダウと、見てください。ダウまた落ちてきましたね。ナスダックもちょっとパーンと言ったけど、やっぱりね、ちょっとずつわかんないですよ。今日戻さなかったら、ね、あれですね。あ、サラさん、そういえばあれですよね。この間四国に行ってた帰り、先週の木曜日だったと思うんですけど、木曜日に、相場の話一緒にこう、TikTok でしてた時に、金曜日、おはぎゃーになるかもしれないって言ってましたよね。もう、月曜日まで含めてギャーギャーの騒ぎじゃないですよね。はい。あ、こっちの若者は5ドルとかで手軽に始めてますよ。いやー、本当ですね。もっと、もっと、そういう日本はなんで、そういう何ですかね、ロビンフットみたいな、手軽にできるものっていうのをちゃんと広められないんですかね。もう、なんか、投資をもっと、経済のお金の勉強できるように、気軽にできるものはないんですかね。ちょっともう、僕もなんか探したいですけど、なんていうのかな、SBI 証券とかの T ポイントでやれるやつとか、あるみたいなんですけど、全然普及しないんですよ。はい。うん。で、PayPay 証券とかでも、まだまだ全然 CFD も手軽さって言って、アプリで手軽なだけで、全然レバレッジもそのまま高いし、7月からSBI 証券とか信用取引ね、米国で2倍とかできるみたいですけど、これでも手軽じゃないですよね。もっと本当僕もなんか研究して、行きたいなと思いますけどね。若い子たちにお金の勉強をしてもらいたいっていうか、ギャンブルじゃなくて、今がダメだとか、いうことで本当勉強してほしいなっていう気持ちが、なんかうまくできるようにしたいですね。はい。そうですね。はい。思います。ということでですね、今日全然相場の、ことやってませんけども、まあちょっと、さらっと見ていきます。さらとかつ利回り下がってますね。もうはいはいって感じになってます、今。2.963 で何って思ってます。はい。はい。じゃあ、まあその他のことをちょっと見てきますね。こっち行きますね。ダウが元に戻りつつあります。ナスダックも下がってきました。半導体も 2.33 です。ドル円の方が130円で、まあ、ドル円も今130円のままですね。ユーロもドル円もずっと上がってたんですけど、今ちょうど安定している状態です。まあ、FX の状態はそこですね。それから、世界の動きをちょっとだけ言いますね。中国はちょっとプラス。まあ、大したことないですね。いや、香港もね、19,000。まあ、世界が、やっぱもうね、アメリカが、この言い方、アメリカで全部引っ張られてる感があると思います。今は。いろいろ要素は持ってますけど、ロックダウンとか要素持ってますけど、でもアメリカの影響はすごく大きいと思いますよ、これ。はい。香港がもう 19,600 まで下がってます。まあ、インドも元に戻っちゃいましたね。はい。で、これベトナムとかタイとかシンガポール、ベトナムなんかこれプラスですけど、全然昨日 5% ぐらい下げてますので、全然戻ってません。長期のチャート見ればみんなわかると思いますけど、多分世界株みんな戻ってない、まあこれドル建てっていうのもありますけど、全然これプラスじゃないです。
下落トレンド最中です。上昇トレンド探すの難しいんじゃないですかね。カナダがちょっとレンジぐらい。メキシコもちょっと下がって、もうブラジルも下がってきましたもんね。南アフリカだだ下がりです。ということで、まあこれ、今日の感じはだだ下がりですけど、イギリスも7200なので、まあまあ下がってます。7500近辺までいったので。から、ドイツが13500ですので、また戻っちゃいました。ウクライナの初めくらいに戻ってます。はい、13500。で、ユーロも3500ですので、やっぱこれもウクライナの侵攻の頃の、2月の、中旬ぐらいの値に戻ってます。はい。もう、まあまあ、これも、こんな言い方でアメリカのところから中心になってると。だから、アメリカがもう世界を牽引していて、アメリカが弱ってるのを見てみんな弱ってる状態だとも思います。はい。で、弱ってるのは、まあ、ゴールドも弱ってきてます。弱ってるっていうかもう、これ有事の金じゃなくなってきてるっていうことかな。1850という水準までやってきました。なんだっけ、ウクライナの侵攻の前の値まで戻ってきてます。1850っていうところまで来ました。ね、この1ヶ月で100ぐらい落としてますよね。はい。シルバーも同じ 21.7 まで。これちょっとえげつない。21.7 って結構下がってますね。はい。原油は、なんか書いてますね。すいません。なんか無視しちゃって。株価格SDG デザやってます。流行ってますか？はいはい。なるほど、なるほど。ちょっと待ってください。これ、ちょっとせっかくなので。SDGs。ここにちょっと書いてきますけど、持続可能な開発目標、の略です。SDGs。そもそもどういう発音するかというとって書いてありますけど、これなんかうまく出ますかね。ちょっと難しいのが出てますね。そうですね。今日本だとちらほらと言ってますけど、外務省のやつはお方でいいので、もうちょっとなんかわかりいいのが、そうそう、高校生とかでも、こう、意識調査で出てますね。これ高校生のほとんど達成することができない8割の高校生が SDGs 達成は 50% 以下と捉えており、多くは悲観的な見解を持っていることが明らかになったと書いてあります。期待される達成度。はい。高校生が、持続可能な地球の未来を考え行動するために SDGs を探求し、社会課題解決に向けたアイデアを考える機会としということで、まあ、そうですね。なかなかこういう環境問題も含めてですけど、なかなかまだ難しいんじゃないのと高校生も思っているっていう記事も出ております。はい。ユニセフ。ちょっとSDGs クラブ。ユニセフが出ていますね。SDGs には世界を変えるために17の目標があります。あらゆる形の貧困を世の中からなくして不平等と戦い、気候変動に対処しながら誰一人取り残さないための取り組みです。2016年から本格的な取り組みが始まり、2030年の目標達成に期限としますと。17の目標を見てみよう。だいぶ脱線してますけど、いきますよ。17の目標。1番、貧困をなくそう。2番、飢餓をゼロに。
3番、すべての人に健康と福祉を。4番、質の高い教育をみんなに。5番、ジェンダー平等を実現しよう。6番、安全な水とトイレを世界中に。7番、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8番、生きがいも経済成長も。9番、産業と技術革新の基盤を作ろう。で10番、人や国の不平等をなくそう。11番、住み続けられる街づくりをですね。それから12番、作る責任、使う責任。13番、気候変動に具体的な対策を。14番、海の豊かさを守ろう。15番、陸の豊かさも守ろう。16番、平和と公正をすべての人に。17番最後、パートナーシップで目標を達成しよう。というこの17の目標があるということですね。まあこれをクリックするとより具体的なこととか目標とかも明確に出てくると思うんですけど、これを、17の目標を掲げているということになります。はい。まあ日本が結構これ言われてきてるものですよね。はい。国連がってやつが聞かない日がないです。はい。そうですね。国連ですか、米を意識してる人なんてプロ市民ぐらいかも。ああ、そうなんですね。まあ、そうですよね。ちょっとだから、なんていうのかな。まだ実生活とかけ離れているところがあるかもしれないですけどね。最近この言葉自体はよく聞く言葉なんですけど、実際に聞く言葉だけど実践して何かあるかどうかっていうとまたね、ちょっとまだ投資と似てるのかな？まだちょっと実際には聞いたことあるけど、みたいな感じですよね。なんかイベントやったりしてるとこも結構ちらほらとあるんですけどね、私たち。はい。というお話であります。ちょっとすいませんね、力になれたかどうかわからないですけど、学校でこう学ぶための教材とかも出たりとかしてるみたいですね。はい。持続可能ですね。はい。そうですね。細かく言うと詐欺にしか読めそうですね。新世界のそうですね。はい。はい。そうですね。なんだろうね。こういうのがあった方がいいんでしょうけどね。なんか貧困に終止符を、ここにも書いてありますね。この話でちょっと続けちゃっていいかな。今、ちょっと、出ねえぞ。細かい。ユニセフ、細かいね、これは。グローバルゴールズとは、貧困に終止符を打ち、世界を保護し、すべての人々が平和と豊かさを享受できることを目指す、普遍的な行動を呼びかけています。そうですね。なかなかモチベーションをどう上げていくかというかね、ここはあるかもしれないですよね。はい。はい。という感じでございます。それでは、ちょっとここからまた話それてしまいますけども、相場の方は、これぐらいに、します。はい。今なんかシルバーがズドーンと下がりましたよ、これ。なんだこれ。ゴールドもズドーンと下がりました。原油もズドーンと今下げてきます。
まあまあ、コモディティこれ原油も下がってるから、この大豆コーンとかも下がっていくのはわかりますけど。天然ガスも今めちゃくちゃ下がってます。ズドーンと下がってますね。いや、ゴールド今何このこれゴールド今やばいですね。なんだこれ。キューッと下がってます。あ、待って、ビットコインとかちょっと見ていいですか？あ、下がってきてます。キューって。ってことはアメリカの相場もどうなってる？ダウがもうマイナスになってます。うわー、ナスダックも SP も。恐怖指数はギューッと上がってますね。もう最悪ですね。やっぱこれ。はい。ということで、ね、相場は、なんかみんなやっぱりなーって感じですね。はい。もうなんか、もう下がってるの笑ってられるというか、SP500 が4000切りましたよ。昨日も3990ぐらいでしたっけ？はい。はい。ってな感じで。はい。ヒートマップでも見ましょうか。さっきこれ1時間前の、S&P500 のヒートマップでしたけど、今これどうなってますか？1時間経った時は。でも大型株はプラスですね。あれですよね。まだプラスにいるんですね。大型株と、売られまくった大型株と半導体はまだプラス？本当かよこれ。本当かよこれ。ちょっと待ってくださいね。なんか、このヒートマップ信用できない。今日のアメリカの株見ていいですか？あれ ?1.4 まで下がってるぞ。なんで 2.1 になってる？いや、1時間でか。これ1時間で出るから次の1時間でズドーンとこれ色変わりますよ、きっと。今ちょうど、アメリカの相場だけパッと見ると、もうアマゾンがもう 0% になってます。アップルが 1.5 プラス。赤が出てきました、今。ネットフリックスが赤になったり、ツイッターが赤になって、こう今ちょうど、緑から赤に変わってきてます。コインベースすごいなぁ。すごいな、これ。ショートしたらすごいでしょうね。そう、洋服のギャップショートしたかったのに、2.64 ですね。これ言っちゃいけないですね。あんまり、ショートしたいとか言って、トレードを煽るようなことはやめた方がいいな。僕も今ちょっとやめます。はい。だいぶ今、赤に変わってきてます。はい。グルーポンが今 10% 下げてますね。なんでしょう、これ。10% 下げてる、今日。はい。決算あったのかな？あと目立ったところは、エネルギーがちょっと戻してて、そう、エネルギー昨日めっちゃくちゃ得られましたね。もう昨日めっちゃくちゃでした。僕ハリバートン買ったんですけど、ロスカットに合いましたもん。昨日 10% 落としてて、さすがにCFD で買ってたので、ちょっとだけ買って、もう 10% ですぐバーンとロスカットでしたね。ダメです、もう。1日 10% とか株で落とす相場なので今。何ですかと思って。エネルギー1日 10% も落としますかもうダメとかって思いました。はい。皆さん、はい。岸田氏も投資を呼び込むって、なんか言ってましたね。なんか投資してくださいとかって何ですか？僕ちょっとしか見てなかったですけど。なんか、変なこと言ってましたね。どういうタイミングで言ってんですかね、あの人。めちゃくちゃですよね。投資は今やめてくださいってなんで言わないんですかね。上がってくときに、あの人やってないんじゃないですか、投資も。はい。岸田さん世界フォーラムで投資を呼び込むって宣言してたので見てみるといいですよ。
そうなんですね。基本的、本当ですか。ちょっとごめんなさいね。もう、だいぶ話ずれてますけど、岸田世界フォーラム。全然、何もやってない。特集も何もやってない。まあいいや、もう。これ違うな。これかな。これ皆さん聞こえるのかな。これの動画のことですか。これのことですか。安定多数を確保しました。自分の政治スタイルは国民や現場とのコミュニケーションを何より大事にしつつ、攻めの姿勢で皆さんこのことで良かったでしょうか。ダボスアジェンダ。最大限生かして。でもこれ1月10、ごめんなさい。これ違いますね。1月18日の映像なので、これじゃないですね。これ、4月の25日。あれまだ出てないこの記事は。世界フォーラムの3日前。いつのやつ？アゼンジャ2002、正しいのかな？ダボスアジェンダ。あれこれ違うか。ごめんなさいね。どの動画かなってわかんなくて。これは4月25日なので、これ違いますよね。これ違うか。合ってたんです？そうなんですか？だって動画がなんかあれでしたよ。だいぶ前のやつだった気がしたんですけど。そうなんですか？安定多数を確保しました。自分の政治スタイルは国民や現場とのコミュニケーションを何より大事にしつつ、攻めの姿勢でスピーディーに政策を打ち出すことです。このスタイルを最大限生かして3つの政権アジェンダに正面から取り組んでいきます。マスコミが取り上げないから日本国民はあんまり知らないんですね。新型コロナの克服、第2に新しい資本主義による日本経済再生、第3に新時代リアリズム外交の展開です。本日は新しい資本主義による日本経済再生に重点を置いて私の考えをご紹介したいと思います。気候変動、デジタル社会変革、格差や貧困の拡大、資本主義はこれどれぐらい喋ってるんだろう。ちょっとごめんなさい、ね。改めての政治 Countries and governments working together, and you spoke about new mechanism. 声明は15分ぐらいは喋ってて、質疑応答みたいな感じにしてるんですね。多層的に検討して、全体として最も効果的な官民共同の仕組みを作っていきたいと考えます。炭素中立、デジタル、人への投資、経済安保などの分野でこの我が国の取り組みの遅れに対する国民の危機感は大変強いものがあると思います。これを逆手にとって我が国の弱点をこの挽回するための集中的取り組みを正面から訴え、そして実行する国民の危機感を背景に政策面でのリープうまいなこれを狙いたいと思います。例えばデジタル分野においては YouTube 僕結構ライブ無視してますけど、まあいいや。9割に引き上げ、日本を一周する海底ケーブルを3年程度で整備するなど、日本列島全体でのだもう岸田さんの見て笑っちゃってて全然ダメですね。規制体制への全体的というかもう日経もこれらを通じてこのまま2万5000そしてデジタルいりますよね、きっと。
あれ、ショートしたら面白いかも、日経は。のきめ細かい政策、これも自治体とともに進めていきたいと思います。まあ、グリーン分野と日本の経済上がんなくても、もう世界経済に長期託して、日本の株をショート目線で早急に倍増させ、そして成長のエンジンと言ったらいいんじゃないですか。もう本当思いますよ。欧米の本格的導入を睨みつつ、カーボンプライシングの枠組み、これも早期に提唱したいと思っています。さらにアジア共同排出権市場の整備、勤労者、しかしながらはいはい。ということで、もう一人出てきました。しかもこの右の方なんでか気になるんですけど、合成ですね。ズームの壁紙使ってますね。岸田さんも合成かなこれ。これ合成ですかね。裏紙が全く違うこと言ってますね。これはい、グローバルなサプライチェーンの脆弱性ですとか、国家、地域間の相互依存リスクの顕在化が進む中にあって、世界各国が戦略的物資の確保、また重要技術の獲得にしのぎを削る政策、これを展開している。これが現代の社会です。こうした世界的な動きに対応するためには、日本のこの経済構造の自立性の向上と、そして技術の優位性、ひいては不可欠性の確保、基本的な価値やルールに基づく関する、これはちょっと具体的にこれそうですね。これを世界に向けて発信してるわけですよね。ここに書いてあるのは、岸田首相は資本主義の将来を見据え、経済成長と分配のバランスと取れた形の新しい資本主義を提唱しましたってどういうことでしょうか。全然わかんないです。これコメントが一応来てるのは来てますけど、全然再生回数がないんでちょっとあれですけど、岸田は何を見ながら喋ってるんだっていうか、誰が書いた原稿を読んでるんだとか書いて。純粋な疑問だけど、これって岸田くんと君たちで意味が違ってるのではないの？仮に岸田くんが日本を売ろうとして分かりやすく言う。なんですね、これコメントもボロクソですね。みんなハテナとかこんなばっかり。今何言ったとか言って。日本を売る気だって言って、なんか売るっていう意味がちょっと売り込むっていうのがちょっと意味が違ってる気がします。難しい。いや、日本は今、こういう言い方だけど、日本は、アメリカとかと当然頼っているわけで、日本で自力で今、勝てるっていうことは難しい。ただ、変な話、円安になってるので、円安を恩恵を受ける企業だけは、少しは、マシになってるっていうか、例えば、トヨタ自動車とか、ソニーとか、今ちょうど ADR って言われてる株は、きっと恩恵受けると思いますね。だって円安だから、外に出している、貿易のものに関しては黒字になっていくわけだから、経済は発展しなくても株価はいい状態になったりとか、経常利益が上がったりとかしますけど、それは別に、日本の経済が全体的にアップしてるわけではないので、はい。どっちかというと円安で恩恵を受けてない人たちの方が多いですから、はい。
全くこれは、経済が上がってきてるとは全然思えないですよね。まあそれも日経も同じように物語ってますよね。はい。すいません。なんかこう、はい。練習するのには、ショート練習するのはいいかも。はい。ムーンショット計画。ムーンショット計画、時間があるときチェックしてびっくりするの。ショート練習するのいいかも。はいはい。2050年目標なので言っとけってやつですね。ムーンショット。ここね。これで、ごめんなさい。もう、いいです。全然。ムーンショットって、計画出ますかね？アニメは出ます。なんか、アツシが出てきました。ムーンショット徹底解説。ちょっと、いいです。勉強させてもらっていいです、これ。後編だった。ちょっと待ってくださいね。いいや、ショート。ムーンショット。まあ、今日、ショートですけど、またこんなんいいです。せっかくなんで。これいいです。ちょっと見ていいですか？これ、4分ですけど。ムーンショット計画だそうです。アニメで描く。ちょっと勉強させてくださいね。どういう意味なんだろう。2050年がこういう意味だよっていうんですね、これ。いまいちまだよくわからないな。一日のライフスタイルをやってるんですね、これ。まあ、言われますよね、これは。アマゾンがもうやってくるかなと思いますよ、こういう配送は。これは誰ですか？前澤さんですか？ゾゾと前澤？これがイーロン・マスク？すいませんね、しめじいさん。ありがとうございます。すいません、今日なかなかのショートの話できなんで。ありがとうございます。はい。
これなんだこれ。あー。ロボットがとにかく、いろんなことしてくれるんですね。まあまあまあ。はい。というのが2050年の、ムーンショットの目標1というものだそうですね。はい。ムーンショット目標1、2050年までに人が、体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現というふうに書いてあります。はい。まあ今これアニメーションで表現されたみたいですよね。はい。という内容でした。ああ、なるほどね。まあでも、あるものはあるんじゃないですか？これと、どういう、あれですか？経済がハイテクがこう進化して、こういう風になっていくっていうことを言いたいんですよね、きっと。2050年？生きてる？ 2050 年。あと28年。52、12、28。80歳。80歳か。いやー。すげえな。まあ、僕の中では車が自動運転に完全になってれば、ごめんなさい、ちょっと。ごめんなさいね。車が自動運転になって、タクシーも自動運転になってればいいかなっていうくらいはありますけど、宅配が空飛ぶドローンでずっと行くっていうのはまだまだ想像できないですけどね。はい。はい。これって今の知識の延長なので、人工知能搭載ですね。一人につきアバター3体を国が。マジですか。アバター3体っていうか、経済は、じゃあ、どこが勝つんだ？今で言うと、これで言うとメタバースとかのもっとすごいやつですかね。メタバース。これメタバースが出てるね。メタバースなのか。ムーンショットとメタバースがいいんですかね。このなんか、途中に行く過程で、まあ、月はよくわかんないけども、自動運転と、医療について、人より、なんていうのかな、AI が結構関わったりするのはありそうかなっていうのは思いますね。はい。僕はそこを思います。で、人がやってることより AI やAI の方が優秀だって思う作業も出てきたりとか、例えばコンビニが、全部自動になって、なんていうんです？レジ打ちをする人とかがいなかったりとか、まあ、そういうのはあるかもしれないですけど、どこの国のシミュレーションですかね？アメリカですかこれ？アメリカがこうなるんです。これアフリカがこうなるわけないですよね。日本もここまでならないんじゃないです？インドとか中国がなる？これ。まあ、かなり飛躍してる気はしますけどね。はい。そうですね。テスラですね。そうですね。まあ、なので、自動運転とまでくらい
自動運転と医療と、何ですかおじいちゃんとかが自動運転でいろんなとこ行けるようになって免許がなくなるか何か免許が国民保険かなんかなるくらいかな。あとは、平均寿命が100歳になるぐらい。うん。わかんないです。あと、そうですね。まあ僕も全然予想できないですけど、やっぱ医療は格段に進化すると思います。はい。なので、生き延びることがすごいできる時代になるから、健康であるためにどうしたらいいかっていうことは考えますよね。なんていうの、生かされちゃうからすごい。要は、寝たきりでいる時間とかも、生命維持がすごいできるようになるので、生かされる実感。僕らで言うと80歳とか90歳、100歳でも生きてるんだけど、今の状態で生きてるっていうわけではなく、生かされる人がすごい多くなる気がします。うん。今のだから老人の方が、そのままもっと、例えば認知症になっても長く生かされたりとか、そういう時代。あと食べ物が良くなれば、寿命長くなりますけどね。はい。日本がなるんですかこれ。俺アメリカじゃな、そうなんですか？いや、どういうことが言いたいんだろう。これに向けて日本が頑張るよっていうことなんですかね。ちょっと、2030年と2040年の僕本は読んだりしてるんですけど、2050年があんまりにも飛び抜けてるので、もうなくなったな。あたりの2030年の世界、経済の、やつとかは読みました。2030年。2040年も読みましたね。2050年一気になんか全然飛んでる気がするけど。そうなんですね。ムーンショットいっぱい出てますね。だけど恐ろしいくらいにムーンショット計画がバズってません。全然再生回数が少ないですけど。大丈夫ですかこれ。でも全然人が関心がないってことなんですかね。全然ないですね。すごいですね。みんな、すべてはムーンショットへ。飛べ日本人。なんて言ったらいいかちょっとよくわからないです。だってこれ、一番、ちょっといいです。これが、関全員やん、関拓聖やんです。夏に参加できない一般国民のみんなを見てほしいんだけど、内閣府いかんこれなんか、ムーンショット計画が、日本政府の信じられない計画っていうことで動画が上がってるんですけど、一番見られてるのが、この、むちゃくちゃだろうっていう動画は、バズってます。これ、5月3日に出して、39万再生回数までいってますね。この人なんだ？ちょっとこれ出すのがあれですけど、なんか、ムーンショットのこれ、動画ですけど、目標が書いてありました。これわかりやすいですね。目標1。2050年までに人が身体の空間、時間の制約から解放された社会を実現。これ最初言ってましたね。目標2。超早期の疾患の予測と予防することができる社会を実現。医療とかそうですね。はい。目標3。AI とロボットの共振化により、自ら学習行動し、人と共生するロボットを実現。出た。他。4番。地球環境
再生に向けた、持続可能な資源循環を実現？これはあれですか？やっぱり再生可能エネルギーのことですよね。はははは。で、5番。微利用の生物機能等のフル活用により、地球規模で無理無駄のない持続的な、食料供給産業の創出ってなんだこれ。何？食料のリサイクルをして、常になんですかこれ再生可能、持続可能な食料供給産業って何？リサイクルだけじゃなくてちょっとイメージつかないですね。6番。経済産業安全保障を飛躍的に発展させるあまり、再生型凡庸量子コンピューターの実現。量子コンピューターは聞きますけど、自動運転とかに関わってくるかなこれ。はい。7番。主要な疾患を予防、克服し、100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサスティナブルな医療介護システムを実現。まあ、これわかりますね。はい。8番。台風や豪雨を抑制し、極端な風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現。要は温暖化を予防することで、今みたいな台風とかの海水温度の下げるってことですかね。で、台風とか豪雨がなくなってくるっていうんですかね。めちゃくちゃな理論ですね。未だに CO2 削減するから、海水の温度が下がると思ってんのか。目標9。心の安らぎや活力を増大することで、精神的に豊かで躍動的な社会を実現。ちょっとボケてますけど。ロボットに関してはちょっとあまりにも飛躍しすぎてると思いますね。この中で、わかるものもありますけど、これをさっきのアニメで見たらとんでもないことになってたので、はい。なるほど。はあ。なんでしょうね。長期、なんでこんな、長期目標に行ってるの？なんでもっと3年5年とか、なんていうの？飛んでません？予算を取るとこって、そこじゃないですよね。そうなんですか？なんででしょうか？ちょっとわかんないですね。いや、そういうふうに、例えば、政治の人が言うではなくて、なんていうのかな。例えば、なんていうの、イーロン・マスクであったり、クックさんであったり、ジェフ・ベゾスさんであったり、企業のトップが、この中の何か実現することっていうのを、実際にこういうことをやって、アマゾンとかもなんかドローンでやったり、いろいろなんか今言ってますよね。配送に関してとかも、していたりとか、メタバースのザカバーグとか、企業のトップがこれからやろうとしている中期目標の中でのステップとしてわかるんですけど、経済とかそんなに知ってる人じゃない
方が、環境問題も含めて、ここにお金を出して何かするっていうのは、飛躍的なことだと思うんですけど、もっと、だったら、日銀とかのこととかを勉強したりとか、インフレを、とか、例えば、もうちょっと言うんだったら、僕は言うのは変ですけど、日本もどうやったら観光で外国の人を呼び込むことができるかとか、そういうとこにお金をかけるべきなんじゃないですか。俺が言うとおかしいですけど、日本でも、サービスとか、輸入とかで、輸出でダメじゃないですか。もう、ものづくりって言ってる場合じゃないので、世界に遅れてるし、もうパクれれば安く働ける、要は東南アジアとかもそうですし、もう今東南アジアでも賃金高くなってきてますけど、ものづくりであったりとかも、もういろんなものパクれるじゃないですか。全然簡単に。日本の技術を守ってっていう時代でもないし、輸出業でも別にそんなに世界リードしてるわけでもありませんので、だったらもう、前も言ったかもしれない。メキシコのように、1960年代のメキシコの危機っていうことで、もっと日本を、例えばアニメとか、俺が言うのおかしい。アニメとか、とかで街を、もう、世界からフランスの方とか、そういうのを、アニメを題材にしてどう呼び込むかとか、京都とか奈良とか、古い街並みを大切に、空襲がなかったので、戦争で。で、昭和の街並みとか、大正の街並みとか、そういうところをうまく一つの観光地として、で、日本ってもう安いわけだから、ね、物が安いじゃないですか。もう他に比べて。ね、中国今経済悪いですけど、2年ぐらい前だと日本は電化製品も安くて爆買いしてくれたじゃないですか。で、もう、いいじゃないですかね。日本で、日本人が、言い方変ですけど、日本人が日本で産業するのはもう無理なんですよ。はい。世界の方に、本当にお金を落としていただくには観光しかないわけですよね。観光でセットにして、それで、古いなら古いなり、時代遅れなら時代遅れなりのいいとこがあるよっていうことで、日本で来ると楽しいなとか、日本の森とかもね、森林もすごい多いから、そういうことにお金を、予算を使って、日本をその観光の国として、以前は輝いてたけど、老いぼれた古い日本でございますっていう風に言っちゃって、そこに予算を費やしたりとかして、なんか外国の方が来やすいことってどうなんですか？ダメなんですかね？もう日本人だけです、商売しててもしょうがないじゃないですか。で、僕らも優秀な方とかはきっと、外国に行っちゃってる人もいるし、もう日本は高齢化でどんどん、働き手がないわけだから、働いてもらうには観光業とかで、ね、とにかく島国だったわけだから、島国から少しでも脱却できるというか、日本以外の産業ができること、あとなんか他のもっと外国で、うまくいっていることとかを、なんで日本はパクれないんだろうって思うんですよね。プライドなんですかね。嫌ですね。なんか、こんなこと言うと僕はちょっとわかんないですけど、だから、株とかでも日本株じゃなくて、別に日本株は、上がったり下がったりして、そのトレードすればいいですけど、やっぱり、外の、発展と、インドであったりとか、バングラディッシュであったりとか、経済成長のところに投資をしたいと思うんですよね。楽しそうだし。本当に思いますね。世界の人は変な用意書しないでほしい。本当ですよ。はい。キッシーすぐに勘違いする。僕あれなんですよね。昔キッシー文科大臣だったんですけど、総理大臣の前っていうか、前の前の前ぐらいですけど、一時期
文部省の大臣だったんですけど、まあ、なんもダメでしたね。本当にもうゆとり教育の時だったので、もうその時から大臣の時から、なんだよって思ってましたもん。文科大臣の時から。もう、政治変わらないですよね、きっと。はい。日本の政治変わらないっていうか、なんでしょうね。今ちょっとなんだ、YouTuber さん、ひろゆきじゃなくて、成田俊介さんでしたっけ？アメリカの大学卒業されて、結構今、いろいろなとこでいろいろ言ってますけど、すごいっすよ。あの人もなんか田原総一郎とか、そういういろいろコメンテーターで喋ってる高齢の方々、例えば朝まで生テレビとかの、なんかそういう経済とか喋っていらっしゃる方々とかを、すごいもう、引退してくださいみたいな言い方しますよね。いや、今の70代とかが変なとこで頑張りすぎてるんですよ。マジで。もう、いいじゃないですか。本当思いますよ。何をも70代の人たちが頑張っているんですか？思いますよ。だから70歳の人たちが頑張っているから、70歳の人たちの国みたいな感じですよね。だから、もしかしたら、言い方、本当極端でいけないんですけど、70歳の人たちのための国だってこれ2050年で岸田さんとか死んでますよね。これいいのかなこれ YouTube で言って。死ぬ人がこの未来に対してこんなことを言っていても、何にも真実味もないし、そうかねって、誰が思うんですか？ 70 歳の人たちがこれを、期待するんですか？まあ、本当に、この中で確かになるだろうなと思うのは100歳まで生きられます。生きられる時は来ると思いますよ。医療はすごい発展すると思うので。でも、地方症の人が増えて、地方症の人の、なんていうんですか、薬っていうのが、できてないじゃないですか。まだ。アルツハイマーとか。で、これが、地方症の人が出てきたら、どういうことが起こるかっていうと、もう多分、高齢化した方の、こういう言い方ちょっと失礼ですけど、自殺の人が増えてきたりとか、その死に対すること、死に対することがすごく多くなると思うんですよ。生まれる人より死んでいく人の方が多くって、死んでいく人のことについてっていうのはあまり触れてないですよね。死に対してのこととか。だからもっと、就活とか、その人生の最後のことについてとかも、もっとちょっと国でバックアップしたりとか、もう変な話、葬式代とかも国でなんか補助しますよとか、そういうことの方が、高齢化社会に向けていいんじゃないです？その福祉の老人ホームに向けて、なんか老人ホームもすごく入りにくいとことか、未だになんか高級老人ホームとかあるみたいですね。何考えてるのかと思いますよ。金あまり。要は、団塊世代の上の方は、退職金で金持ってる人たちは、余生を豪華な老人ホームで暮らしたい。じゃなくて、なんか自立した老人を、あれですね、来るにはどうしたらいいかとかね。そういうことを書いた方がいいんじゃないか。2050年までに、100歳を元気で生きられるための、医療、介護じゃなくて、ね。なんだかな。はい。そうですね。はい。いやー、すいません。もう12時半じゃないですか。こっちで。すいません。今日、全くもって、趣旨と違うお話になりましたけど、まあ、こういう時あってもいいですよね。もう別に、投資家 YouTuber とかっていう風なものでも全然ないので、はい。こういう日があってもいいかなと思いました。はい。ですね。一応ですね、最後にこれだけちょっと見て終わります。落ちましたね。SP500 も。ついに、3978まで行きましたね。
続落ですよ。先物すごいですよ、これ。この1時間の落とし方が。俺見ろみたいになってますね。すっごいっすね、これ。いやー。また、ショートのことについては、またちょっと、喋りますね。2年債が、キュイーンって上がりました、また。10年債は下がってますけどね。すごいですね。ヒートマップ変わった？一気に今、S&P のヒートマップがくすみました。はい。いやー。やっぱもう思います。株価は企業と連動してないっていうか、どっちかっていうと、この2年間のコロナ明けて2020年の3月からね、下がって4月から去年の12月まで、このアメリカ市場がおかしかったんですよ。って思えば、今の下げは現実味なのかなっていうふうに考えればいいですね。だからまだ下がる余地はあるんじゃないですか。はい。そういうふうに思えてきました。なんかいい経験ですよ。なので、ショートまだしてっても十分いいんじゃないですかね。でも、最初に株やってる人はかわいそうですけどね、こういう状態見てて。今のこの、山を下っている、すごいですね、これ。俺、サポートライン下落トレンドが、これ SP500 の冷やしですけども、ここまで下がりましたね。こういう角度になりましたね。この下落トレンドで見てるんですね、今。いや、ちょっと待ってくださいね。これちょっと最後ちょっと言いますね。テクニカルだけちょっと。これ、もしかしてもう一段、ここで見てる人もいるかもしれないので、SP500、天下の SP500 でここまで見てるかもしれないです。このサポートが、これ4000ですよね。次が、今のところサポートラインですね。SP500 の3970。で、次が、3860。3860はちょっと、あるかも。3730は考えた、テクニカル上の今下落トレンド、絶賛下落トレンドですけど、3850ですね。ここまでちょっと試してくる可能性十分ありますね。はい。結局この上昇トレンドも戻り高値みたいになってますけど、もう今お金入れちゃダメですね。お金入れると、この野郎になりますね、これ。こんな、スピーで。だって、個別株のもっとえげつないですもんね、この下落が。半導体とかももう、チャーンと落ちてますもんね。SP500 でこれですよ。SP500 まだこれ、落とし方そんなに緩いです。この2ヶ月、これ、2ヶ月、これスパンが、3ヶ月ですね。SP500 の、3ヶ月のパフォーマンスが、ここでボラティリティが、昨年の11月の頭から、1月の31日までで 12.6%。ほぼダウンですね。で、この次の1月の末から4月の末までも 11% ということで、トータルのダウンは、今で言うと、マイナス 17.52% ダウンしてるんですけど、一番頭から。でも、17% ってまだ優しいと思います。言い方変えると。それだけ SP500 は最強だったわけですよね、きっと。長期積み立てみんないいよって 17% ダウンなので、だって、コロナの2021年。ちょっと週足で見ますね。多分、
2020年の3月で SP500 は、だって2460ですよ。はい。2年前。ってことは、4000切るっていうのは別に、こんな言い方変ですけど、まだまだ落ちたって、ここら辺で投資をしてる人だったら、あ、まあそうねって思うかもしれないですね。これ週足の200日移動平均線がこの黄色ですけど、まあ当たり前ですけど、全然上ですもん。まあ、週足の200日って見てる方、長期ホルダーで見てらっしゃる方いるかもしれないですけどね。はい。まあなので、しめじさん帰っちゃいましたけど、まあほっといていいと思います。新しくここやる方はちょっと、まあやっぱ上昇トレンドになるまで待った方がいいですよね。こんな状態でまだ下がってくるよっていう時に、そんな初心者の方が投資するって怖いですもん。はい。ということでしたね。はい。まあ、ちょっとまた、ショートについては、いろいろ今日実は中国株もお見せしたかったんですけど、テンセントとかいろいろ下がってるもの、久々見せたかったです。また、木曜日でもなんかいろいろ、やっていきたいと思います。はい。そうですね。はい。そうですね。はい。サラさんの言う通りだと思います。ダンさんもそうですけど、先物とか、コールオプションとか、オプション関係でまだ S&P500 って結構、ロングしたりショートしたりしてる人とか、まあ、ショートをしてる人とかも持ってたりとか、今、ちょっとS&P って、日本人は多分まだ外国株でCFD をやってない方っていうのは基本長期で買ってる人がほとんどなんですよ。まだ信用取引もないので。ってことは日本人のホルダーはほとんどロングだと思います。買いだからショートしてる人っていうのは、プットオプション、コールオプションってアメリカのプットオプション、コールオプションやらないんじゃないですできないんじゃないかな。GMO クリック証券では日系のコールオプションとプットオプションはあるけど、アメリカのできないですよね。ということは、外国の投資家が、ヘッジファンドが、プット、コールとかをやっていたりとかするので、その動きはある。ただ日本人はこれからなんですよね。そういうアメリカの株とか、ちょっと、売りを仕掛けたりとかするっていうことができるの。CFD が、まだ全人口の 1% ぐらいしかやってる人がいないので、こういったものが。売りっていうのは聞いたことあるけど、結局この売りっていうのも FX をやってらっしゃる方ぐらいしか知らない。まあ、CFD も一応株の FX なので FX なんですけどね。はい。ということなんで、これからなんですよね。まあだからもう本当にSP500 もまだまだ下げてくるっていうのは、そういう投資家さんとかが、海外の投資家さんがもっと、下げてくる様子を持ってやってくると思いますし、当然、日経も外国の、方が買ってる率の方が高いので、日経も落としてくると思いますよね。はい。日本人だとあれでと思うかもしれないですけどね。はい。はい。そうですね。はい。前世紀の半分ぐらいになるかもしれません。はい。ということで、はい。今日ちょっとまた長くなりましたけども、また木曜日、ちょっとまたこのショートの話も含めて、なんかやれたらいいかなと思います。今日もね、まあ、皆さんも相場のこととかよりも、どちらかと経済のこととか、何か勉強になることがあったら聞いてくださる方は嬉しいなと思うんですね。僕も全然専門じゃないので、どんどん、こういうね、皆さんが言ってくださったこととかを、どんどん吸収して自分もこう学ぶっていうことで、どんどん、柔軟になんかできたらいいなと思ってます。基本的に脱線しやすいので、僕は素人ですので、はい。はい。じゃあ長い間すいません。ありがとうございました。じゃあ、また今度木曜日11時から、いろんな形でね、お話ししていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。長い間ありがとうございました。また、じゃあ木曜日
お会いしましょう。ありがとうございます。失礼します。